宗教における祈りや拝むことと、慈悲の瞑想との明確な定義の違いを教えてくださいということですね。はい、私もキリスト教の方々のいろんな祈りのことをね、聞いたことがありますけど、だから公でこの立派なキリスト教の宗教家たちがね、例えばローマ教皇とかね、カーディナルの方々とかね、国で、もう、すごいでっかいカテドラルとかね、で、やはり、公で放送してやってる場合っていうのは、祈りっていうのは、その場合は、個人個人の欲祈ってないんですね、結局は。平和祈ったりするし、人類の幸福になったりもするし、その場合はなんとなく慈悲見たく見えるんですね。なんで慈悲見たく私はケチつけたのかというと、この神様にお願いすると、神様、世界を平和にしてくれと。これは変。喧嘩するのはあなた方でしょうね。だから、正しく言えば、お前ら喧嘩しないでなさいよと。これは神の仕事じゃないんです。でそこら辺はもうちょっと仏教的に見れば間違いですけど、だから私が平和でいたい。と、自分の平和規則と世界は平和なんです。だからそこら辺仏教的なところで。時々、キリスト教の方々は、他の人々の病気治しますようにとかね。で、祈ったりする。だからそこで優しい心は見えてくるんですね。逆に、邪教であることを見えてくる。それで世界に神の偉大なる力が知られてもらうそうという気持ちもある。その場合でも、要求は神に出すんだ。神様、何々家の何々子の病気を治してあげてくださいと。という場合なんですね。だから、この、祈りの色ですね。祈りっていうのは自分が神を信じる宗教、もろもろの宗教の場合は、神に頼まないと法則違反なんですね。で、神を設定しない宗教の場合はね、祈りがあったりはします。その場合はちょっと心理学的なものになるんですね。誰かに指令出すんじゃないんだからね。例えば、神を信じる宗教では下脱という概念あったと妄想しましょう。そうするとその人は神様どうか私を悟らせてくださいと祈らなくちゃいけないんですね。そこで神を設定しない仏教の場合は、必ず私が頑張って悟りますようにと、自分に、指令出すんですね。今日は3時間も瞑想修行やってみると。途中ではやめませんとかね、そういうふうに自分に当てるということで。仏教の慈悲の瞑想も、やっぱり主体は自分なんですね。自分が生きてしきるものが幸せでありますようにと思う。誰かに頼んでるわけじゃないんです。誰にも頼まない。だから、祈りみたいなものは仏教の世界でも成り立ちます。で、それを我々はアディターナという、誓願という言葉で使っているんですね。それは誓願ですかね。自分で、いわゆる覚悟をする。決めるという。だからこれ心理学的なすごいエネルギーになるんです。やるそうとか、
やめませんよと。自分自身で決めること。まあそんな風なところで、差が見えてくるんではないかなと思います。定義ですね、聞いてるのは。はい、じゃあ定義的にはね、定義で作れます。他人に委託するものはもう多宗教の祈りであって、それ、仏教の人々も他人に委託するならば、それは一つの祈りであって、これ自分の思考だと思う場合は、自由の瞑想でもあり、誓願でもありますね。